どうも。今回は延岡市にある江ノ岳に登ってきました。河合岳って呼んじゃいそうですけど、江ノ岳ですね。標高 727.7 メートル、九州百名山です。今回はリクエストいただきまして登ってきました。後でちゃんと説明しますが、登山自体はめちゃくちゃきつかったです。これは自業自得なんですけど、今までで一番きつかったかもしれません。ですが、歴史と神話好きな自分からすると動画作りが最高に楽しかったですね。なので動画も長くなって申し訳ないんですけれども、最後までよろしくお付き合いください。本当にリクエストね、ありがとうございます。ではアクセスから見ていきましょう。麓にある西郷隆盛祝神跡資料館を目的地にすれば OK です。Google マップでもカーナビでも問題ないと思います。すぐ近くには道の駅北川羽馬がありますね。個人的にお気に入りの道の駅です。コインシャワーもあるし、ここが目的地の資料館ですね。ご覧の通り駐車場もありますけど、これは資料館のお客さん用なので、少し離れた第二駐車場とかを使った方がいいかもしれませんね。右側の建物はトイレですね。資料館前には瀬古丼とニニギノミコトが肩を組んでおります。このお二方にゆかりのある場所なんですね。仲も良さそうで何より。ではコースを見ていきましょう。南尾根ルートから時計回りに周回します。このルートには日ベラ山と烏帽子岳もあってピークハントにもいいですね。あと特筆すべきなのは高低差ですね。これが断面図ですが、開始地点が標高0メートルなんですね。標高0からのスタートってのは個人的には初めてです。距離は 8.2 キロ、コース定数は20、平均タイムは4時間58分とヤマップではなってるんですけど、今回の自分の記録はこちらです。距離は 11.2 キロ、コース定数は27、タイムは7時間32分でした。距離に関しては GPS の誤差もあるのでまあ微妙なんですけど、タイムはこの通りでしたね。詳細は後ほど説明しますが、この山は覚悟を持って登った方がいいと思いました。では見ていきましょう。7月の上旬、気温は27度、登山開始です。朝6時半くらいでしたね。このブロック塀が途切れたところから入山します。なかなかですよね、この雰囲気は。ちなみに西南戦争で有名な江ノ岳突破の時に、この登山口からのコースが西郷隆盛率いる薩軍の主力に使われたと考えられているそうです。その名も江ノ岳突囲線薩軍登山口。今まで利用した登山口の中で一番いかつい名前ですね。では進んでいきます。ジャングルっていうと大げさですけど、かなり鬱蒼とした山道でしたね。戦争の時はここを徹夜で進んだらしいんですけど、すごいですよね。明かりを使ったら敵にバレるだろうし、まあ戦争をしてる人がすごいとか言うつもりはないんですけど、根性とかそういった精神力のレベルが現代人とは違うんでしょうね。ではここで江ノ岳突破について簡単に解説しますね。1877年8月、政府軍に大敗した西郷隆盛率いる薩軍は児玉熊代さんの家、今の資料館がある場所に本営を設置します。そこで薩軍を解散したりなんやかんやがあって、江ノ岳の崖を登って脱出をするっていうめちゃくちゃな決断が下ります。この時の兵力は政府軍5万に対し薩軍は約600名だったらしいので、無理でもしないと勝てない戦だったってことですね。で、徹夜で崖を登って政府軍が野営している尾根筋に到達。早朝に奇襲攻撃を仕掛けて包囲網を打ち破ったと。これが江ノ岳突破ですね。もっと詳しく知りたい方は麓にある資料館にぜひ行ってみてください。包囲網を破った薩軍は鹿児島に向かうわけなんですが、これがとんでもない道のりなんですよ。逃亡中なわけで人口が多いところなんて通れませんからね。山間地域をわずかな食料と武器を持って移動したわけです。登山経験者からしたらありえないですよね。
こうやって 3D で見るといかに険しい道のりだったかがわかりますね。まあこれは直線で繋いだだけですけど、実際はそうはいかんですもんね。直線で繋いだこの経路は190キロですが、実際に殺軍が歩いた距離は450キロだったらしいです。江ノ岳でヒーヒー言ってる自分は情けないですね。登山開始からだいたい30分、看板が見えてきました。日比良山に到着です。標高197メートル。ちゃんと山アップでも登頂した山としてカウントされてましたね。コメントでやり取りさせてもらってるレンとコペン時々登山というチャンネルの動画を見てると、撮影しながら自分で喋ってるんですよ。息切れもせずにすごいですよね。なので自分もチャレンジしてみました。日比良山到着しました。197メートル。疲れました。以上です。無理そうですね。まだ序盤ですけど、眺望があるところもありましたね。江ノ岳は遠くから見ると、西郷隆盛の横顔に見えるって話があるんですけど、よくわからんかったですね。西郷さんの顔といえば最近知ったんですけど、ずっと写真だと思ってたこれは肖像画らしいですね。西郷さんは写真が嫌いで1枚も残ってないらしいです。この絵を描いてる時にはすでに亡くなっていたので、顔の上半分を弟、下半分はいとこをモデルにしたらしいですね。モンタージュ写真の肖像画版みたいな感じですかね。で、この肖像画を参考にして上野公園の西郷隆盛像が作られたらしいですね。この銅像を見た西郷さんの妻、いとこ夫人が、うちの人は焦げな人じゃなかってつぶやいた話がすごく好きなんですよ。奥さんの発言は、こんなの全然似てないとも受け取れますけど、西郷さんは人と会うときはビシッとした身なりと姿勢で、こんな浴衣姿のラフな格好を見せる人ではなかったらしいんですね。なので、焦げな人じゃなかっていう言葉の裏には、夫の威厳とか名誉を気遣う妻の思いが隠されてる気がするんですよね。そう考えると、夫婦の愛情が感じられてなんかグッときますよね。まあ、いとこ夫人の真意はわかりませんが、その辺は歴史のロマンってことでね。というわけで、ザレの頭に到着です。ここが5合目ですね。石の大きさ的にザレっていうよりガレっぽかったんで、登山用語とは違う意味のザレなのかもしれないですね。この辺でタイムがめちゃくちゃかかった理由の一つを言いますと、休憩を頻繁に取ったっていうことがあります。熱中症になったんですね。気温が高いとかそういうのは問題じゃなくて、こんなもんはね、自分が悪いんですよね。リクエストをね、いただいた方も、こんな炎天下の中を登るとは思ってなかったでしょうしね。調べたら、夏の低山は熱中症のリスクが高いらしいですね。当然ね、山に罪があるわけじゃなく、本当に事前に調べなかった自分がね、悪いんですけど、登山中の熱中症に関する動画を作ろうかと思ってますので、まあ暗い感じはね、これくらいにして続きを見ていきましょう。水の音がしてきて、ガレ場っぽい感じの場所に来ました。ちょっとした滝がありますね。ひんやりと涼しい場所ですけど、水場なので虫が多かったですね。水飲み場って名前がついてました。標高的にはこんな感じ。ここから急登が始まります。いきなりロープですね。頑張っております。急登のガレ場ですね。目印のテープとか標識もあったりして迷う感じはあんまりなかったですね。ふらふらで到着しました。前屋敷ですね。野面積みっぽい石垣で人工的な平坦が作られてましたね。面積的に家があったとは考えにくいんですけど、なんか社とかがあったのかもしれないですね。この辺には山っぷに乗ってないコースがあって、それで標識が散見してるっていうか、どの目印を追えばいいのか混乱しましたね。で、この標識にある覗き展望所を目指すことにしました。地図で言うとこの紫の線、山っぷにはないルートですね。神の森、かなり神々しい場所に来ましたね。ここから先は神話とか山岳信仰の側面が出てきましたね。
日本書紀によると、天孫降臨でおなじみのニニギノミコトが亡くなった後に、江ノ御捧に葬られたと書かれてるんですね。で、この山のふもとにあるやつが江ノ御捧じゃないかってことになって、山の名前の由来にもなったと、そういうわけですね。でもこれは正式な答えじゃなくて、江ノ御捧の有力な候補は3つあるんですね。なのでこれは両母参考地という位置づけ、つまりは多分ここかもねってことになってます。まあミステリーが残ってる世の中の方がね、きっと楽しいですよね。これは拝門という神域です。石門の内側には神が宿るとされて、門前にぬかづき祈ったと説明がありましたね。ぬかづき祈るっていうのは、額を地面に押し付ける、いわゆる土下座みたいなやつですね。ニニギノミコトが眠る神聖な場所なだけありますね。そして覗きに到着しました。ちょっと看板を読んでみましょうか。修行者たちが逆さ吊りになって覗きの修行をしたところ。で、逆さ吊りになった場所がこちらですね。断崖絶壁です。動画配信者としてはもっと近づくべきなのは分かってるんですけど、さすがにやめときましたね。修行者も大変ですね、こんなの。煩悩まみれの自分には到底理解できない世界なんでしょうね。景色も素晴らしい。これを見られたので、道を間違ってよかったです。結果オーライ。相変わらず急登と難所が続いております。暑さと体力の消耗で完全にバテましたね。あと少し、頑張れ。今思い直しても、こんな場所通った記憶がないですからね。なんかこう、登山が修行や神事であることを少しは理解できた気がします。そんなこんなで鉾岩に到着です。神々が宿る巨石で信仰の対象でもあると。ちょっとガスってますけど、眺望はすごかったですね。素晴らしい場所でした。相変わらず険しい道のりを進み、そしてようやくですね、ようやく江ノ岳山頂に到着しました。この時点で約4時間経過しております。標高 727.7 メートル。眺望は全くありません。少し先に進んで眺望を探したけど、やっぱりなかったですね。まあ山頂あるあるですね。この山は山頂でも県外にはならなかったですね。緊急時に連絡取れるんでいいですよね。というわけで下山に入ります。今回は周回なので、帰りは烏帽子岳を経由していきます。ここでもう一つのトラブルが発生しました。左膝の外側に痛みが出てきたんですよ。急斜面を降りる時の衝撃とかいろんな要因が考えられるんですけど、杖つかないと歩けないくらいになりましたね。まあ何はともあれ、烏帽子岳に到着しました。標高588メートル。すぐ近くに見晴らしのいい場所がありましたね。ここも素晴らしい景色でした。どんどん下っていきます。ストック持ってはいるんですけど、最近使わなかったんで置いてきたんですよね。やっぱり備えは大事ですね。下りもね、見どころが結構ありましたね。こういう鬼の船とかね、多分後ろにある岩のことだと思います。こういった広場みたいな場所とか、なんかストーンヘンジとかもありましたね。行きも帰りも楽しめる山だと思います。そしてようやく麓まで降りてきました。また道を間違えて住宅地の方に来ちゃいましたね。でもそのおかげっていうのも変ですけど、ニニギノミコトに会えました。嬉しい誤算でしたね、これは。そんなこんなでタイムは7時間32分。無事に戻ることができました。歴史と神話が共存する山で見どころも満載でしたね。個人的には教訓を授かったっていうか、ある意味思い入れの深い山になりましたね。11月には登山イベントもあるみたいなんで、そういった時期に挑戦されることをね、強くお勧めいたします。リクエスト本当にありがとうございました。登山チャンネルとしても個人的にも実のある体験だったと思います。またリクエストや動画のご意見、ご感想などありましたらコメントいただけるとありがたいです。気が向けばチャンネル登録もね、お願いしますね。最後までご覧いただきありがとうございました。またどっかの山でお会いしましょう。